はい、どうもです。今回はですね、こちら、とっくりガンガゼもどきと、磯もんがらっていう食材ですね。それでは、まずはおかけ映像からご覧ください。はい、っていうことでですね、今日も潜っていくんですけども、いやーもうね、最近は天気が異常なんですよね。そろそろ12月も終わりに差し掛かってるんですけども、12月に雨が降らなかった日が一度もないんですよね。サブチャンネルでやってる五右衛門風呂もですね、あと組み立てるだけといったところなんですけども、いつまで経っても始められないという、もう楽しみにしていただいている皆様、申し訳ございません。はい、ということでですね、今日はとっくりガンガゼもどきを取っていきます。このウニはですね、夜になると餌を求めて岩の外側に出てくるんですけども、昼間はですね、こんな感じで岩の隙間の中に入っています。さて、取っていきましょう。こうやって落として掴んでいきます。ちなみにこのウニのトゲにはですね、毒があるんで素手で触ることはね、できません。さて、もう一匹見つけました。今度は取りやすい位置にいましたね。そして今回はね、白いんですよ。これはですね、半分アルビノとかいうわけではなくて、とっくりガンガゼもどきはですね、いろんな色の種類がいるんですね。はい、なんでですね、ただの色違いです。はい、それではですね、早速戻って調理していきましょうか。はい、ということでですね、今日は磯もんがらととっくりガンガゼもどきなんですけども、この磯もんがらは今朝ね、競り行った時に売れ残ってて、もういらないからあげるよって言われていただきました。まあ、こんな見た目してるんですけども、めちゃくちゃうまいです。めちゃくちゃうまい。もうね、完全にプライベートで食べる予定だったんですけど、ウニ取れたんでね、一緒にさばいていきます。はい、ということで早速観察していきましょう。はい、見てください。これ大きいでしょう。こっちのね、白いトゲがあるのと黒いトゲがあるのがわかると思うんですけども、これね、実は同じ種類なんですよ。この他にもしましまの模様のとかもいて、結構ね、バリエーション豊かなウニなんですね。で、これね、拡大してみるとわかるんですけど、この長い太いトゲの間に細いトゲがあるの分かりますか？あ、細いトゲにピントが合いましたね。こっちの細い方にね、毒があります。こっちのね、太い方、これはね、触っても大丈夫。細い方は触るとやばいです。でね、とっくりガンガゼもどきのやばいところは、まずね、トゲに返しがあります。刺さったら抜けません。で、しかもね、このトゲが脆くて折れやすいんですよ。残したら多分ポロってね、体内に残ります。そしてですね、毒があるんで激痛です。激痛を味わった末に体内から取れなくなるっていうね、もう最悪な生物です。皆さん絶対に触らないようにしてください。で、このとっくりガンガゼもどきの毒なんですけど、ちょっと調べたんですけど、成分が出てこなくって、ただね、ガンガゼ、すごいトゲが長いウニがいるんだけど、そのウニの毒はタンパク質毒で、刺さった場合はね、ギリ耐えれるぐらいのね、熱いお湯、まあ、50度ぐらいのお湯でね、患部を温めると症状が緩和すると言われております。で、ウニはですね、極秘動物っていう仲間に分類されるんですけども、言ったらナマコと人手と同じ仲間なんですね。なんで、これ拡大しますよ。拡大すると、ほら見てください。観測って言ってね、無数の足があるんですよ。これでね、ウニは移動しています。そしてね、ここにね、口がありますね。でね、ウニの口がここって言ったんですけども、ウニの肛門はこっち、頂上側にね、あります。ちょっとね、もう触れないんで、なんともできないんですけども。イソモンガラも観察していきますか。まあ、イソモンガラはね、モンガラ系ですごいね、これ、皮が硬いんですよ。そしてね、特徴的なのはね、この強靭な顎。すごいブサイクな顔してますよ。ほら、これでね、カニとかね、貝とか、そういう硬い生物をね、食べるんですよ。はい、ということでね、さばいていくんですけども、ウニはね、もう一瞬で終わっちゃうんで、イソモンガラからいきましょう。イソモンガラは、唐揚げがうまい。それでは、やっていきましょう。で、基本姿勢なんですけど、イソモンガラはね、これ、包丁入んないんで、包丁をね、こうやって表側から入れてもなかなか入んないんですよ。こうやって。今こんだけやったのに切れてないですからね。で、こいつを切るためにはですね、内側から包丁を入れていくんですよ。切れ目を最初にね、作っていきます。もうね、視聴者さんもノコギリ使っても驚かなくなったと思う。よーし。はい、まずはここから包丁を入れていきます。裏側からだとね、包丁入りやすいですね。こんな感じで、ほら、結構入りやすいでしょう。
反対側も包丁を入れていきましょう。ここね、角が収納できるようになってるんだけど、あれ硬えな。収納できない。こいつ収納できない。生意気。いいだろう。そのぐらい跳ね返りがあっていい。よし。じゃあ皮を剥いでいきましょう。結構ね、これさばくの大変なんですよ。よいしょよいしょよいしょ。頭はね今日使わないんでこれでいいです。切っていきます。オッケー。そしたら反対側、これね勢いが大事。マジでよいしょ。ほら勢いが大事。そしてハサミで切っていく。面白くないですか？カワハギと同じ形してるのにこんなにも分厚い皮が取れますからね。ほらすごくないですかこれ。なんか鎧にできますよ。多分ねこれねなんか剥製みたいな感じにすれば何かにできますよ多分ね。もう水中銃引く時とかさこうやって引くんだけどさ、ここがねマジで痛いわけよ。胸当てとかにも使えるかもね、もしかしたら。生臭いと思うけど海に持って入ったらふやけるからダメじゃん。バカだわここ痛いんだよ。さてそしたらですね、頭を落としていきましょう。反対にして、これ切りたくねえな。ここがな硬そうなんですよね。イソモンガラもさばいたことあるけどこんな大きいのはさばいたことないですよね。もうウッキウキでしたよ。これもらえるのって思って。無料ですよこれ。もうちょいねさばきやすかったらねすごい売れると思うんだけどね、やっぱり売れるかどうかっていうのは味だけじゃないもんね。はい、それではお腹の中を見ていきましょうか。いきますよ。オープンしますよ。オープン。おっと普通かもしれないね。モンガラ特有の肝臓、なんかね肝臓の器官みたいなのが見えるんですよね、モンガラの肝臓って。ほらなんかちょっと細かいのが見えないですか。でこれがね腸ですね。腸の中ちょっと見てみます。こうやってジャリジャリしてるものが入ってますね。もうおそらくカニとかね甲殻類を食べてるんでこういうねジャリジャリした感じのものになっております。でねこれすごいよ。浮き袋なんだけどめちゃくちゃ硬い。それじゃあね水分を拭き取っていきましょう。こういうモンガラ系はね結構俺推しなんですけど、シガテラには割と当たりやすいって言われてますね。当たる可能性は高いと。もう気にしてないっすよ。当たるときは当たるさ。さてそしたら3枚押していきましょう。こっちお腹側から包丁入れていきます。でひっくり返しまして背中側からも包丁を入れていきます。OK。こんな感じです。これね身を見てもらったら分かるんですけども、ここが白くてこの外側、ここがね赤いんですけども、泳ぐ時にモンガラってここをねずっとで動かしてて、この背びれと腹びれを動かす筋肉に関しては長時間使える筋肉、赤い筋肉が使われてるんですね。で逆にこの辺のなんて言うんだろう、尻尾とかを動かす筋肉、こうやって全体を動かす筋肉に関してはそんな長時間使わないんで、こういう白い筋肉が使われているって感じですね。ちなみに白いとこの方が美味しいです。はい、そしたら背中の身、今日はこいつが主役じゃないんでねスッとおろしちゃいますよ。いつもだったらこいつが主役かな。このお魚なんですけども、もし刺身で食べる場合だったらこの裏側についてるこの白いね筋も引いていかないと食べれないんですけども、今回唐揚げなんでね筋取りません。ここについてます腹骨を落としていきます。でこの血合い骨をこうやって違うとこ切ったぞ。こうやって切っていきます。ちなみにねよく俺は爪が汚いんですけど、これはね砥石研ぐとねこうなるんですよ。砥石研いだ後に、砥石研ぐって何？包丁研ぐとそうなる、こうなるんですよ。何砥石研ぐって。まあ面直しとかはしたりしますけどね。
ああ、もう適当になってきてる。はい、そしたらあとはですね、食べやすいように一口サイズに切っていきます。こんな感じでね。ちょっと大きいかもしれないですけども、いいでしょう。まあやっぱり食べやすいサイズっていうのは重要ですよね。ちょっと大きいけどこれは。大きいとテンション上がるんだけどね、食べにくかったりしますもんね。今日はですね、これを使っていきます。この唐揚げ粉と磯もんがらの相性がね、アホみたいにいいんですよ。なんかね、他の魚はこれで食べようとは思わないんですけど、磯もんがらめっちゃ合うんだよね。水っぽい？水っぽそうだな。悲しい気持ち。だって量があるんだもの。ちょっと片栗粉足せばいいかな。さすがに水っぽくない？こんなシャバシャバなもん？片栗粉足します。シャバシャバすぎる気がするよ。あ、いい感じに仕上がってきた。完璧。さて、魚の唐揚げの仕込みが完了したところでですね、ついに今回のメイン食材、とっくりガンガゼもどきをやっていきましょう。楽しみやなこれ。ちなみに今回もですね、多分に漏れず、インターネット上にはですね、これを食べてる人がいなかったんで、これが本当に食べれるのかどうかっていうところに関しては謎ではあるんですけども、それを調べるのが俺なんじゃないのかという意見でございます。うわ、怖い。恐ろしい。結構動いてますよ。ウニってね、動かないイメージあるんですけど、実はね、結構動くんですよね。あれ、動き止まった。どうしようかな、これ。俺ね、普通のウニですら割ったことないんですよ。1回ぐらいあるかな。あ、肛門がある。わかりますか？頭頂部にね、肛門があるんですよ。肛門周りはね、あんまりトゲがないですよね。じゃあね、とりあえず割ってみます。ちょっと、ウニの割り方知らないな。調べておけばよかったな。硬っ！お！黒い。まだ動きますやん。身が入ってる。ウニや。なんか手がチクチクしてきた気がする。気のせいだろうけど。大丈夫これ。こっちも割っていきましょう。割れた。おお、ほらほらほら。オレンジ色の見える？ウニなんすよこれ。いきまーす。よいしょ。よいしょ。おお、すごい。じゃあ見てみますか。ほら見てください。ここに口がありますよ。ちゃんとね、骨みたいなのがあるんですね。でこれがウニでしょ。ほら、すごっ。おお、めっちゃウニじゃん。超ウニじゃん。色は悪いけど超ウニじゃん。でかいし。でもほとんどないな。でかいの1匹からね、こんだけ取れました。こんなもんなのかな、ウニって。こっちは黄色いぞ、身が。全然黄色い。ほら、黄色い。見てください、これ割った後なんですけど、これもうやっぱね、折れやすいんですよね。手の中で折れたらって思ったら怖いですよ。でこれね、断面ね、すごいですね。ここに刃があって、肛門側にね、このウニの身の部分がついてるんですね。その外側に腸があるみたいです。こういう糞みたいなのがね、ありますね。ウニの体液は紫色なんですね。グロテスクですね。ピッコロと同じ色じゃん。これは漂白しないとダメだな。はい、ということでですね、ウニが取り終わりました。3匹からこんだけですね。美味しいのかなこれ。ちょっと前まで、10年前とかまでは、俺が住んでる島には白ひげウニっていうウニがね、大量にいたらしいんですけども、今はね、なんかね、もうほぼ絶滅状態ですね。水温のせいなのか、はたまた何か要因があるのかわかんないですけども。おー、芳しい香りですね。洗った方がいいな、絶対。白ひげウニもね、食べてみたかったんですけど、いないんですよね。そういうの乱獲のせいとかね、言われることが多いんですけど、基本的には乱獲じゃないですね。水温の変化とかの方が多いですよ。乱獲のことも全然あるけどね。はい、じゃあね、下処理完了。あとは盛り付けるだけですね。じゃあ、唐揚げを揚げて、ウニ盛り付けて、早速ね、食べていきましょうか。そして
油を入れていきましょう。よし、揚げていきましょう。今日こそはもう温まってると思う。結構待った。いけるぞ。いける。俺ならいける。おお、いいね。ようやく待てるようになった。やっぱり日々進歩ですよ。こんだけ入れたらね、たくさんつながって上がってくるはずですよ。うわ、全部つながってるかも。はい、それではいただきます。まずは唐揚げからいこうかな。磯もん唐揚げ、いただきます。あ、おいしい。おいしいわ。結構ね、フグっぽい癖のない味ですよね。なんかね、唐揚げにするとね、すごく美味しいんですよね。前に刺身で食べた時はちょっと磯臭さがあって、刺身だとちょっと微妙かなと思ったんですけど、唐揚げにすると美味しいわ。美味しい。それではね、とっくりガンガゼもどきいただきましょう。なんかね、うっすらとウニの味はするんですけど、今まで食べたどのウニよりも味が薄いですね。頑張って感じようとして感じれるぐらいの、なんかそのレベルですね。食感も悪いし、いっぱい口に入れたらいいのかな。まあ点数をつけるとすれば3点ぐらいかな。マイナスではないよね、とりあえず。まずいな。美味しくはないな。すごい水っぽくて、ウニの濃厚な味わいみたいなのがあるじゃないですか。あそこがあるわけではなく、なんかウニの特有の匂いがあるじゃないですか。あそこだけあって、それのぐじゅぐじゅを食べてるような感じ。正直、美味しくはないですね。ウニによってこんな味違うのか。全然美味しくないな。はい、それでは、ごちそうさまでした。いやー、ちょっとね、微妙でしたね。なんかやっぱりね、結構取りやすくて、で、かつ地元の人が食べてないものって、こういうことが多いよね。美味しくなかった。残念。まあね、まだ島にもね、白ひげウニっていう、まあバフウニにすごい似た、普通に食用のウニがいるんですけども、それもね、稀にいるらしいんで、まあいつかね、取って食べてみたいかなと思っているところでございます。はい。ということで、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それでは。